ようこそあゆみずコラムへ。この動画は私がショート動画で出してきたコラムを一つにまとめた動画にしていこうと思っております。月1ぐらいのペースで出していけたらなって思っているの。1ヶ月のうちにどれぐらいのコラムを私作ってるんだろうと思って昨日数えてたのね。で、今月は結構ね、コラム作る回数が少なかったんですけど、多い月ですと30本ぐらい作ってたりとか、結構ね、たくさんの量のコラムを作っているなと思って、私のコラムですけど、結構好きって言ってくださる方が多いので、YouTube のショート動画でも投稿していたんですけど、やっぱショート動画だとね、こう流れていっちゃうから、こう見返したいと思った時になかなか見返せなかったりとかすると思うのね。TikTok も Instagram も。なので、その投稿してきたコラムを長い動画にして YouTube の横型で保存できたらなと思って始めた企画になります。どうかな、みんな見てくれるかなちょっと不安だけど。今日投稿するものは5月と6月、あと7月に作ったものになります。コラムって言ってもね、恋愛かなってみんな想像すると思うんだけど、恋愛だけではなくて、人生だったり、友達だったり、家族だったり、あとはもちろん恋愛だったり、あと将来の夢だったり、仕事だったり、お金だったり、いろんなことについてコラムを私は発信しているので、動画自体の内容はバラバラにはなってしまうんですけど、その月に投稿したショート動画のコラムを一本にまとめていくっていうことをこれからしていけたらなと思います。この動画結構ね、大人気でしたね。女性は男性がいないとメンタルが安定している人が多いっていうね、出だしからもうパンチの効くフックで始まっておりますが、たくさんの方に共感していただけたのではないかなと思います。では動画の方どうぞ。正直に言うね、女性って男性がいない方がメンタル安定してる人多い。これ言うといろいろ言われると思うけど、本当にたくさんの女性から恋愛とかパートナーとか彼の相談が来るんだけど、共通しているのが好きになった瞬間から情緒が自分のものじゃなくなるってこと。返信来ないだけで不安になったり、一言で気分が左右されたり、相手の機嫌で自分の価値まで揺れる。でもこれってあなたが弱いんじゃなくて、誰かに心を預けてる状態だから起きること。だから一回ちゃんと一人になること。びっくりするぐらい安定する。誰にも振り回されないし、ちゃんと自分の人生に集中できる。恋愛は素敵。でも心が安定しなくなる恋なら、それは調整が必要。一人でいても満たされている人だけが誰かといてもブレない。イェイ。こういう恋愛ね、みんな通ってきてると思うんですけど、私も通ってきました。自分を見失ってね、心が痛くなったり、どうしてこうなっちゃったんだろう自分みたいなね、こととかあるあるですよね。私はもうやっぱそういう恋愛を一回経験して傷ついたので強くはだいぶなったんですけど、でもね、今後またある可能性があるので、どうかな、怖いまた自分を見失ったらみんな助けてね。次の恋愛はすごく切ない恋愛になっております。皆さんどうぞ。もしある人と結ばれない運命だと分かっているのに、それでもすごく好きだったらどうすればいいんだろう。この質問よく聞かれるの。実は私もそういう恋愛をしたことがある。だからこそ思うんだけど、結果ってそもそも幻想なんだよね。どういうことかっていうと、私たちって結果を求めすぎてる。結婚すればそれが結果？でも結婚しても別れることはあるよね。一生一緒にいるのが結果？でもいつかはどちらかが先にいなくなる。人と人の間に絶対的な結果なんて存在しない。ただ愛したこと、それ自体が結果なの。それが両思いでも片思いでも。だからね、もし誰かを好きになったら、その気持ちをちゃんと大切にしてあげてほしい。無理に答えを出そうとしなくていい。今この気持ちをちゃんと感じて、
だって誰かを好きになることも誰かを愛せることも本当に奇跡みたいなことだから。今誰かを好きな人いる？イエイ。すごく切ない結果を求めがちな人たちにはすごく心に残ったコラムではないでしょうか。そうね、やっぱり好きになってしまうと形として見えるものとして結果が欲しいって思いがちだけれども、愛すること、そして愛したことがそれだけでも本当に素晴らしいっていうことに気づかせられるコラムだったのではないでしょうか。なんか私自分のコラムに感想言って大丈夫そうって感じなんだけどどういう動画にしていこうかちょっとまだ自分の中で決まってないので、とりあえずこう感想を述べていく感じにしようかなと思って今間に感想を述べてるんですけど、感想がいらなければもうコラムをそのまま通してでも全然いいよね、別に。確かにでは次の動画どうぞ。ご両親は何をしているの？パートナーはどんな仕事？あなたはいくら稼いでいるの？答えたくない質問ってあるよね。今日は新しく買ったこのアイシャドウでメイクをしていくよ。こういう質問に対して本当は関係ないでしょって言ってもいいけど、それが言えない場面もあるよね。だから今日は私なりの上品にかわす方法を教えるね。今日はしっかりめにカバーしたいので、フェンティビューティーのファンデーション。もうない。例えば、ご両親は何をしているの？パートナーはどんな仕事？こういう時はこう答える。普通の会社員だよ。すると相手は大体こう聞いてくる。どういう意味？普通って何？その時は、一般的な会社員だよ。それでいい。それでも聞いてくる人はこう。どうしてそんなに気になるの？これで止めていい。それ以上説明しなくていい。次、給料いくら？こう聞かれたら、まあ普通かな。相手はまたこう聞いてくる。普通ってどれくらい？その時はこう。あなたと同じぐらい、みんなと同じぐらいだよ。それでもまた聞いてくるなら、どうしてそんなに気になるの？って。ここも同じ。それ以上答えなくていい。私たちは聞かれたこと全部に答える必要なんてないんだよ。でも多くの人がちゃんと答えなきゃいけない。答えないと失礼かもって思ってる。でもそれは違う。相手にその情報を知る権利があるとは限らない。そこまで踏み込んで共有する必要がある関係なのか、一度考えてみていいと思う。そして答えないということは嘘ではない。ただ言わないという選択。すべてを開示することが誠実とは限らない。イェイ！何しているの？どんなこと？プライベートのこと全部聞いてくる方いますよね。本人は悪気がないかもしれないし、もっと仲良くなりたいから聞いてくるパターンももちろんあると思うし、何か探りを入れてるから聞いてくるパターンももちろんあると思うし、いろんな状況があると思うんですけど、自分をね、守るっていう意味で、全てをね、さらけ出す必要はないんだよっていう風な気づきを与えてくれるコラムではないでしょうか。私も結構ね、自分の話をしがちなタイプなんですね。で、後々、ちょっと喋りすぎちゃったなとか思うタイプなんです。このコラムを作った時、改めて自分を気をつけていこうって思ったコラムでした。では、次。同じ人を二度愛してはいけない。なぜなら二度目に愛しているのはその人ではなく思い出だから。ねえ、考えてみて。本当に好きなのは今のその人？それともあの時の優しさとか、あの時の自分とか、あの時の幸せな空気じゃない？人ってね、過去をすごく綺麗にしてしまうの。本当は傷ついたこともあったのに、寂しかった夜もあったのに、なぜか幸せだった時の記憶だけが残る。だからもう一度戻りたくなる。でもそれは彼を愛しているんではなくて、美しかったあの時間を取り戻したいだけ。もし本当にその人が好きなら別れなかったはず。変わったところも違和感もちゃんと受け入れられたはず。あなたが恋しいのは彼ではなく、失ったあの時の思い出。今日使ったコスメはアディクションのアイシャドウパレット、ブランコディバのリップ、そしてヒューダービューティーのリップとディオールのアイブロウマスカラ。イェイ！こちらもね、た
くさんの方に共感をいただいたコラムです。やっぱりさ、元彼とか元カノとか忘れられなくて、戻りたいな。ふとした瞬間に、やっぱり元彼が良かったな。あんな元カノもう見つからないかも。とか、ね、思うよね。わかる。だけれども、なんで別れてしまったんだろう。なんでうまくいかなかったんだろう。っていうことを、やっぱり考える必要があるのではないかなと思って作ったコラムです。なのでこれもみんながダメだ、元カノに戻ったらダメだ、ダメだ、元彼に戻ったらまた同じことの繰り返し、気をつけようって、その一歩を踏まないようにハッとさせられるコラムであればいいなと思って作りました。このコラムは決してね、元彼と復縁したらダメとかそういう意味ではなくて、復縁するんだったらよく考えて復縁をしてねっていう思いも込められています。もちろんね、復縁してうまくいくパターンもあるし、またちょっとってなっちゃうパターンもあるし、それはいろんなパターンがあるけど、復縁したらダメとか復縁したら絶対うまくいかないっていう意味では決してないので、元彼元カノとどうしていくかっていうのをよく考えて写してほしいなと思います。では次どうぞ。忙しすぎて連絡ができなかったっていう男性いるよね。でもさ、本当に好きな人に対して連絡をしない理由なんて存在すると思う？仕事が忙しいとか疲れているとかいろいろあると思う。これね、シーグラムのコンシーラーなんだけど、私最近ちょっと肌が荒れててね、これカバー力がすごくあるから、これで隠してる。私だったらどんなに忙しくても好きな人のためだったら連絡をするし、連絡をしちゃうと思う。ビクター・グローバーは宇宙から連絡してるんだよ、奥さんに。From Space, I love you を伝えるために、月から地球に電話をしているんだよ。宇宙にいる人ができて、同じ地球にいる人ができない理由って何？答えはシンプル。できないんじゃなくて、やらないだけ。わかってるよ。自分が悪いと思ってるでしょ。何か悪いことしたかな？私の性格に問題があるのかな？あなたが悪いわけじゃない。彼があなたを大切にしなくても、あなただけは自分を大切にして。今日は映画でも見て心を休ませよう。イエイ。いるよね、全然連絡が来ない人。寂しい。でも自分から連絡していいのかなとか、なんであっちから連絡来ないのかなとか思うよね。結構これあるあるなんじゃないかなと思って作ったコラムです。連絡欲しいですよね。ぜひ一言でも一日一通でもメールお待ちしてます。あなたが反省すべきなのは、あんな男性を好きになったことじゃない。自分と同じ良心を持っている人だって信じてしまったこと。あなたは人を傷つけたら眠れなくなるでしょ？だから相手も同じだと思ってしまった。でも嘘をついても平気な人間はいる。逃げても苦しくならない人間もいる。あなたが優しかったから見抜けなかっただけ。本当に優しい人は好きって言葉で期待させて、不安で支配したりしない。愛って泣かせない努力ができる人のことだから。次は追いかけないと愛されない恋じゃなくて、安心して眠れる恋を選んで。イエイ。この動画は深いですね。これはやっぱ好きだからこそ信じたい、好きだからこそ彼はそのことしないとか思ってしまうんだよね。なんだけどやっぱ彼は想像以上にちょっと違った。やっぱ違ったから傷ついてしまったっていうね、ちょっと切ない動画になっているんですけど、この動画作るときね、結構ね難しかったんですよ。なんかこういうことってあるあるなんだけど、どうやって言葉にこう表現しようかなって思った時に、心が感じた感情を何個かこう書き出して、なんで彼がしたことにこういう気持ちになったんだろう、
とか、結構ね、ちょっと心理学が必要なぐらい、ちょっとね、本当に考えて作った動画です。もうね、すごい頭がね、もうよじれるんじゃないかってぐらい結構大変だったんだけど、うまくまとめられたのではないかなと思います。たくさんこちらもね、いいねとか再生数が回ったので、ほっとしております。では次。女の子へ。人生を通して女の子が本当に集中するべきことってたった2つしかないと思う。美しくなること、強くなること。愛される方法ばかり考えて生きるのをもうやめない？もっと大事なのはどっちかって聞かれたら私は迷わず、強くなることって答える。なぜか。強い女性は人生の意味を自分で決められるから。彼に愛されてるかどうかで自分の価値を決めない。連絡が来ない、冷たくされた。浮気された、捨てられた。そんなことで人生ごと崩れたりしない。だって自分には知識がある、思考力がある、行動力も経済力もある。だからこの人しかいないにならない。嫌なら離れればいいし、世界は広いし。人生は恋愛だけじゃないって知っているから。本当に強い女性って誰かに選ばれるものを持っている人じゃない。自分で人生を選べる人。そして不思議なことにそういう女性ほど追いかけなくても愛される。太陽みたいに自分の人生を明るく生きていたら人は自然と集まってくる。だからもっと大きな世界を見て。恋愛だけで自分の価値を決めないで。あなたの知性も判断力も決断力も行動力も本当は誰にも負けてないんだから。イエイ。この動画は本当にいい動画だなと思います。もうシンプルだし分かりやすい。本当にね、女の子たちには私が伝えたい言葉、スローガンでもあります。この2つだけちょっと心に入れとくだけでもう全然違うんじゃないかなと思うので、個人的にはすごく好きな動画です。人ってなぜか狭い世界にいるほど誰かを攻撃したくなる。学校、職場、小さなコミュニティ、毎日同じメンバー、同じ価値観、同じ空気の中にいると人はだんだん違う人を怖がるようになるの。でも広い世界を知っている人はあまり人を傷つけない。いろんな人を見ていろんな生き方を知って人はそれぞれ違って当たり前って理解しているから。さかなクンが言ってた。魚は広い海では助け合うのに狭い水槽に入るといじめが発生するんです。これ人間も同じかもしれない。いつも誰かを攻撃している人、他人を見下して安心している人、誰かを仲間外れにして自分を保てない人。その人が悪いっていうよりその人の世界が狭すぎるのかもしれない。だから今もしあなたが誰かに傷つけられているなら覚えておいて。あなたの価値が低いんじゃない。あなたがその小さな水槽に合わなかっただけ。海に出よう。世界はもっと広い。あなたを理解してくれる人も愛してくれる人もちゃんといる。狭い世界の評価であなたの人生を決めなくていい。急がなきゃ。イエイ。これはですね、私もこう見えて小さい頃いじめにあったりとか、仲間外れにされたりとか、そういう経験があるから、それを元に作った動画です。やっぱちっちゃい頃っていじめられることが理解できないんだよね。なんでいじめてくるんだろうとか、なんかほんと悲しい、辛い、ピエンって思うんだけど、大人になると、こういう心理なのかなとか、こういうことでやっぱ人間って人をいじめたりとか仲間外れにしたりとかするのかなって、こう自分なりに分かった、気づいたことをコラムにしてみました。今こういう状況にいる方とか辛い日々を送っている方の一つの心の支えになるコラムになればいいなと思っております。女の子はいつか気づく。結婚できないことより自分でお金を稼げないことの方がずっと怖いって。20代の頃は愛されることが幸せだと思っていた。可愛いって言われること、おごってもらうこと、誰かに選ばれること。
それが女性としての価値なんじゃないかって本気で思ってた。でも大人になると少しずつ分かってくる。好きだった人が突然いなくなる日もある。一生守るって言っていた人が簡単に心変わりすることもある。人生って想像以上に自己責任でできている。だから結局最後に自分を守ってくれるのは自分の稼ぐ力なんだよね。ここで勘違いしてほしくないのは別に男性なんていらないっていう話じゃないの。愛される恋愛は素敵。支える恋愛も素敵。でも愛がないと生きていけない状態と愛があったらもっと幸せは全然違う。自分で家賃を払える。好きな場所に行ける。嫌な環境から逃げられる。無理ですって言える。この自由はお金がくれる。だから女の子は年齢を重ねるほど可愛いより自立に憧れるようになる。ブランドバッグを買えることより自分で買えることの方が嬉しくなる。誰かに養ってもらう安心より自分で生きていける安心の方がずっと強い。そして不思議なことに、本当に自立した女性ほど恋愛に執着しなくなる。誰かに選ばれたいじゃなくて、私は誰といる人生を選ぶか、そう考えられるようになるから。だから今もし将来が不安なら、まず磨くべきなのは男性に好かれる技術ではなく、自分で生きていく力。それはあなたの人生を本当に自由にしてくれるから。イエイ！この動画もすごいね、作るのに時間かかった動画です。でもね、タイトルちょっと聞き覚えがあるんじゃないかな。そう、私の書籍のタイトルにも使わせていただいている動画になります。ちょっとね、変えてるけど、一応書籍のタイトルというか、帯に使わせていただいてる言葉が入っております。今はね、女性が稼がないととか働かないと、いけない時代ではないけれども、やっぱ昔とね、やっぱ時代が変わってきているから、時代とともに、環境とともに私たちもどうしたら自分を守れるのかとか、どうしたらこの社会でこう生きていけるのかっていうのを私なりに考えた上で作った動画になります。みんな90年代みたいな一途な愛に憧れるのに、令和のスワイプ文化で恋愛している。それで深い関係が続かないのは当たり前かもしれない。昔の恋愛が特別だったのって時代のせいじゃないと思う。今みたいにもっといい人がいるかもを永遠に探し続ける世界じゃなかったから。昔の人は完璧な人を探すより目の前の人との関係を育ててた。でも今は少し退屈すると次、少し傷つくと終了、少し物足りないと他を探す。SNS を開けばもっと綺麗な人、もっと理想的な恋愛、もっと成功しているカップル。気づかないうちに現実の誰かより頭の中の理想を愛してしまう。だから最近恋愛が始まるのは早いのに続く関係が減っている。ドキドキは求めるのに信頼を育てる忍耐がない。でも本当に深い愛って最初から完璧なものじゃない。飽きる日もある。すれ違う日もある。めんどくさい日もある。それでも逃げずに向き合った時間が簡単に壊れない関係を作っていく。そしてこのまま人間に完璧ばかり求めた先で、私たちは傷つかない AI との恋愛を選ぶようになるかもしれない。期待通りに返事をして機嫌も悪くならないで。裏切らなくて理想通りの言葉をくれる存在。でもそれって本当に愛なんだろうか。これはもう遠い未来の話じゃない。もしかしたらこれが次の私たちの恋愛の形かもしれない。イエイ！本当に自分なりにね、ちょっとアート作品ではないんですけど、アートコラムみたいな形に仕上がったのではないかなと思って、結構個人的に気に入ってるコラムです。令和の恋愛と昭和の恋愛の例えが、自分なりに結構うまく表現できたのかなって思っていて、結構お気に入り。今の時代だとね、AI とか SNS とかいろんな形の恋愛が増えてきてると思うんですね。なので、その中で私たちはどうやって恋愛していくのみたいな。どうしようみたいな。どうしようって思ってるのは私だけなんですけど、このコラムはみんなが楽しんで見てくれたら嬉しいなと
思って作りました。心を癒している途中の女の子の隣には、早く忘れなよじゃなくて何回話してもいいよって言ってくれる人がいる。それって当たり前じゃない。だって傷ついてる時の人間って綺麗じゃない時があるから。同じ話を繰り返す。突然泣く。大丈夫って言った次の日にまた崩れる。でも本当に大切な人はそんなあなたを見て重いって言わない。まだ引きずってるのとも言わない。あなたが治ろうとしている途中だってちゃんとわかっているから。人はよく愛してくれる人を探すけど、本当に人生を救うのは安心して壊れられる人だったりする。泣いても弱くても言葉がまとまらなくても、あなたは迷惑じゃないよって態度で隣にいてくれる人。それだけで人は少しずつ生き返っていく。だからもし今あなたの隣にそんな人がいるなら、慣れないで。その優しさを普通だと思わないで。ちゃんと伝えて。あの時あなたが私の隣にいてくれたから私は自分を嫌いにならずに済んだって。この動画で大切な人を思い浮かべたならその人に送ってあげて。言葉にできないくらい救われたってこと。本当に感謝しているってこと。ちゃんと届くように。イェイ。友情について作った動画ですね。もうこれはね、本当に私が実体験のもとに作った動画で、私には本当に素敵なもう友達がいるんですね。もうこの動画のまんまの子なんですけど、もうずっと大丈夫だよって、もうそばでずっと私の悩みだったりとか、あとはこういうことあったんだよねとか、もうこういう話って別に聞きたくないじゃない人のね、なんかこういうことあって傷ついたんだよねとかさ、どうしよう私これからどうすればいいのとかさ、そういうことって別に毎日聞きたくないじゃない。なんか人の、わかる、もう私も忙しいし私も大変なんだよみたいな、なりやすいんだけれども、でも本当に素敵な友達に私は恵まれているなって思っていて、もうずっと私のそばでね、私がもうブツ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 、もうこういうことあってねひどいとか、もういやーんとか言ってるのを、もう大丈夫だよ歩みならできるとか、大丈夫気にしないでってずっとって聞いてくれる大親友というか、もう本当に大切な友達が私にはいるので、その子をモデルに作ったコラムになります。最近なんでファッションだけじゃなくて人生の話をするようになったんですかって聞かれる。多分昔の私と今の私が少し変わったから。昔の私は何者かになれば安心できると思ってた。芸能界にいた時も、海外に行った時も、英語や中国語を勉強していた時も、SNS を始めた時もずっと、次の夢を叶えたら幸せになると思ってた。だから頑張ってうまくいかない日も、悔しくて泣いた日も、誰にも言えない不安を抱えた日も、とにかく前に進んだ。でもね、ここで一つ私が勘違いしていたことがあって、それは夢を叶えれば不安がなくなると思っていたこと。でも実際は違った。夢を叶えたら次の夢ができる。目標を達成したら次の目標ができる。人生ってゴールしたら終わるゲームじゃなかったの。だから最近ファッションの話だけじゃなくて、人生の話もするようになりました。なぜなら服はその人を素敵に見せてくれるけど、言葉はその人を支えてくれるから。SNS を見ていると、みんな順調そうに見えるし、みんな幸せそうに見える。みんなキラキラしている。でも本当は誰だって悩んでいるし、誰だって迷っている。私もそう。だから私は成功した話だけじゃなくて、失敗した話もしたい。うまくいった話だけじゃなくて、遠回りした話もしたい。だって人を勇気づけるのは完璧な人生じゃなくって、悩みながらも前に進んでいる人生だと思うから、もし今焦っている人がいたら覚えていてほしい。人生は何者かになったら始まるんじゃない。この瞬間もちゃんとあなたの人生。だから私は最近人生の話をするようになりました。イエイ。これはただ私のちょっと最近の気持ちを述べた動画ですね。もともと私はファッションクリエイターというか、ファッションのコンテンツでバズって、もうずっとファッションを投稿してきてたんですね。本当に最近
コラムを始めたんですよ。コラムを始めてどれぐらいだろう。まだ1年経ってないですね、多分。そう。なので、多分みんな、どうしてこんな変わっちゃったのって思ってる方がすごくいっぱいいると思うし、実際聞かれたりもするので、それで作ったコラムになります。私一人でできるから大丈夫。そういう女性が知っているよ。でも一人でやらなくていいよ。と言ってくれる人に出会いますように。一人でできるからってやりたいわけじゃない。一人で頑張れるからって誰かに甘えたくないわけじゃない。私は大丈夫って言える人ほど、本当は何度も大丈夫じゃない夜を超えてきた人。だから君ならできるよじゃなくて、知っているよ。でもここは任せてって言ってくれる人に出会ってほしい。強いあなたを弱くさせる人じゃなくて、強いあなたが安心して弱くなれる人。一人で立てるあなたをちゃんと隣で支えてくれる人。私一人でできるから大丈夫。そういう女性が知っているよ。君なら一人でもできる。でも僕がいる時ぐらいは任せて。そう言ってくれる人に出会えますように。イェイ。私は実際一人でできるから大丈夫なんて、どっちかっていうと言わないタイプ言わないんかーいって感じでしょ。私はどっちかっていうとお願い手伝ってっていうタイプなんですけど、でもね、たまにちょっともうやけくそになって、もういいよ別に手伝ってくれなくても、プンってなる時もあります。自分でやるから別にいいもんってなる時ある。それがちょっと感情的になってる時なんですけど、もう私と違ってしっかりしてらっしゃる女性の方々がこの世の中にいっぱいいると思うんですね。もう全然大丈夫、全部私自分でできるからみたいな、大丈夫みたいな、常に大丈夫みたいな。だけど私は気持ちがわかるんです。やっぱりね、辛い時もあるし、できるけどそばで支えてほしいって思う時もあるし、だからそんな女性の皆さんがね、そんな方々が、大丈夫だよ俺手伝ってあげるから、大丈夫だよ俺やるからってね、そんな一言を言ってくれる本当に素敵なジェントルマンな男性に出会えたら嬉しいなと思って作ったコラボになります。でもね、私思うんですけど、素敵な女性には絶対に素敵な男性が現れるので、自分の判断さえ間違えなければ絶対に出会えますので、皆さん大丈夫です。妊娠していなければ大丈夫。失恋した、仕事を失った、貯金もない、未来も不安。でもまだ大丈夫。だってその問題の主役はまだ自分だから。人生を変えたければ変えられる。仕事を辞めてもいいし、海外に行ってもいい。明日から別の人生を始めてもいい。でも大人になると気づく。本当に重い責任っていうのは自分の人生ではなくて、誰かの人生を背負うこと。妊娠したら人生が終わるわけじゃない。むしろ幸せになるかもしれない。でも確実に一つだけ言える。今より身軽ではなくなる。だから独身の今は自由な時間ではなくて、準備期間、失敗できる期間、遠回りできる期間、自分を鍛える期間。いつか家族ができた時、守ってほしいじゃなくて、私が守るって言える人になるための。だから今日うまくいかなくても大丈夫。まだ動ける。まだ変われる。まだ挑戦できる。未来の大切な人を守るために。イェイ。その妊娠していなければ大丈夫。もうすごい強いフックですよね。もう強すぎても3メートル先まで飛ばされそう。パーンって。これはですね、妊娠を否定しているわけじゃなくて、決してね、そういうわけじゃなくて、子供がいなければまだ自分一人だから何度でも立ち上がることができる。何度でもやり直すことができるっていう意味が込められてます。もちろん子供がいたらやり直すことができないっていう意味ではなくて、やっぱり子供がいるとね、なかなかタイミングだったりとか、もう一度立ち上がる
チャンスだったりとかがやっぱり少なくなりがちだし、タイミングもなかなかこう見なきゃいけなかったりとか、なかなか身軽になれないっていう意味で、やっぱりシングルの方が身軽で何度でも立ち上がって挑戦できるけど、やっぱりもう一人子供っていう命の責任を背負った女性はやっぱりこの子供のことを考えなきゃいけない。なので自分よがりの考えだったりとか、なんかね、子供のことも考えて行動しなきゃいけないっていう意味で作った動画になります。これ勘違いされやすいんですけど、そういうネガティブな意味で作った動画ではないので、改めてここでちょっと説明させていただきます。ドキドキも魅力も素敵。でも信頼を勝ち取るのは一貫性。高収入もハイブランドも素敵。でも本当にすごいのはお金に縛られないこと。才能も運も素敵。でも結果を作るのは習慣。メイクもファッションも素敵。でも一番の美容法は睡眠。イエイ。これすごくなんかわかりやすくない？ドキドキも魅力も素敵。結構すごいわかりやすいフォーマットですね。まあコラムっていうよりかはちょっとフォーマットみたいな感じで作りました。大好きだよ。でも連絡はしない。海が綺麗だからって溺れに行く人はいない。好きなことと戻ることは別だから。昔の私は好きならなんとかなるで生きていた。でも今の私は知っている。好きだけでなんとかなるなら世の中元彼なんて存在しない。人って不思議で別れた相手のことは大体美化する。嫌だったことを忘れて楽しかった思い出だけを編集し始める。恋愛版ハイライト動画みたいに。でももし本当に完璧な相手だったら今頃まだ付き合ってる。私たちが別れたのはちゃんと理由があったはず。寂しい夜にだけその理由を忘れそうになるだけ。だから連絡しない。戻ったら幸せになるんじゃなくて、また同じことで泣く可能性が高いから。私はもう同じ映画を何回も見て、結末が変わるのを待つ女は卒業したい。大好きだよ。でも戻らない。好きなことと自分を幸せにすることは同じじゃないから。イェイ。これはもう過ぎた恋、終わった恋はもう振り返らないっていう感じのコラムですね。このコラムに関しては、ちょっと物語調というか、美しい、ちょっと映像としてこう、風景が思い浮かべられるようなコラムになったのではないかなと思っていて、個人的にはね、すごく気に入っています。ほんと海辺を歩きながらちょっとこのコラムを聞いて歩きたいみたいなすごいドラマみたいな物語みたいな、そんな素敵なコラムになったのではないかなと個人的には思っております。大人になると気づく。幸せって高級バッグや旅行だけじゃない。部屋が片付いていて洗濯かごが空っぽな日も案外かなり幸せだったりする。私たちは時々もっと大きな何かを手に入れたら幸せになれるかもと思っているかもしれない。もっとお金があれば、もっと有名になれば、もっと理想な恋人がいれば。でも実際いろいろ経験してみて思った。幸せって意外とすごく小さい。朝起きて好きな服が着られること、冷蔵庫に食べ物が入っていること、家に帰った時部屋がきれいなこと、そして誰かの連絡を待たなくても自分一人で穏やかに過ごせること。もちろん旅行も好きだしおしゃれも好き。でも大人になるとわかる。特別な日だけじゃなくて、何も起きなかった一日をいい日だなって思えること。それが本当の豊かさかもしれない。あなたの幸せは何？イエイ。このコラムは日常の小さな幸せを気づかせてくれるコラムではないかなと思います。私がこういうステージにいるので、昔は結構爆買いとかしてストレス発散したりとか、そうすることによって快感を得ていたんですけど、最近の私は本当このコラムのまんまで、家が綺麗だったりとか、洗濯物がなかったりとか、あとはもう冷蔵庫の中にちゃんと食べ物が入っていたりとか、そういう小さな幸せにほっとするんですよね。
今日も幸せ、いい日だなって思うんですよ。なのでそれをコラムにしてみました。女の子たちは本当に覚えていてほしいんだけど、もし彼があなたの服を脱がせたなら、その人はあなたにウェディングドレスを着せる覚悟があるべき。もし彼がそれをただのスポーツのように考えているようなタイプだったら、最初から距離を置いた方がいいかもしれない。もちろん全員じゃない。でも男性の中には、ジムに行くぐらいの感覚で関係を持てる人がいるのも事実だと思う。そして問題なのが私たちみんなが同じ感覚じゃないっていうこと。女の子の中にはその行為を通してもっと相手を好きになったり、心を開いたり、この人と将来があるのかなって期待してしまう人もたくさんいる。私はそっちのタイプ。だからただ楽しみたかっただけ。そんな重く考えてなかったって後から言われると傷つく。だってこっちは軽い気持ちじゃなかったから。もちろん中には同じように軽い関係を望んでいる女性もいると思う。でもみんなが同じ感覚だとは思わないでほしい。そしてもしあなたが恋愛感情なしでも関係を持てるタイプなら、最初からそう伝えてほしい。その上で同じ価値観の相手を選んでほしい。だって感情を伴うタイプの女性にとってその行為はただの運動じゃない。心を預けることだから。そしていつも傷つくのは心を預けた側なんだよね。これもさ、男性からしたらもうパンチが強すぎて男性に嫌われてしまうんじゃないかな、ちょっと不安いっぱいで作ったコラムなんですけれども、まあ女性の立場からしたらやっぱりね、ちょっと責任取ってよっていうね、思いをウェディングドレスっていう形で表現して作ったコラムです。責任取ってよね冗談です。もし鳥と魚が恋に落ちてしまったら、鳥が海で生きるのか、魚が空を飛ぶのか、昔の私は好きならどうにかなる。そう思っていた。相手のために我慢をすること、自分を変えること、それが愛だと思っていた。でもある時気づいたの。魚には魚が一番美しく泳げる場所があって、鳥には鳥が一番自由に飛べる空がある。どっちが悪いわけじゃない。ただ世界が一緒でも生きる場所が違うだけ。どれだけ愛していても同じ未来が見られないこともある。好きだからこそ離れる選択をすることもある。本当の愛は相手を自分の世界に閉じ込めることじゃなくて、相手が一番その人らしく輝けることを願えることかもしれない。あなたは愛するために自分を失いますか？それとも自分らしくいられる愛を選びますか？イェイ。これもね、物語帳のコラムですごく私個人的には好きなんですよ。私結構ね、物語帳とかちょっと映画とかドラマっぽいコラムが個人的にはすごい好きなんですけど、なかなかね、思いつかない本当にやっぱりちょっと感情的にならないと思いつかないから、実際に作った数で言うとその多くはないんですけれども、その中でも結構お気に入りの一つです。やっぱ立場が違う二人がどうやって愛し合うのかっていうのを題材にしているんですけれども切ない。どん底を見た人は覚悟のレベルが違う。なぜだと思う？それは失うことが何より怖い時期を乗り越えてきたから。お金がなくなった。信じていた人が離れた。頑張っても結果が出なかった。そんな経験をすると、失敗したらどうしようではなく、失敗したらまたやり直せばいい。そう考えられるようになるから。一度どん底を経験した人は最悪な未来を知っている。そして同時にその最悪な未来からでも人は立ち上がれることを知っている。だから挑戦できる。怖さを知った上でそれでも前に進む人。もしあなたが今苦しい場所にいるなら、その時間は無駄ではないよ。いつかその経験があなたの覚悟になり、何事にも折れない強さになる。どん底は人生の終わりなんかじゃない。覚悟が生まれる場所なんです。今日のリップコンボお気に入り。まず使ったのが、ルージュココフラッシュ270番のシャネル。そしてペンシルもシャネルの156番。イェイ。これはですね、確かなんだっけな、なんか
なんかの本を読んで、その方のエッセイ本かなんかを読んだ時に、すごいもうなんかどん底の人生をその方が送ってて、そこからこう一歩一歩人生を良くしていくんですけど、その方の人生を見て作ったコラムになります。だからなんて言ったらいいんだろうな、やっぱりどん底を見てる人って覚悟が違うなとか、本当にそのまま感じたことをね、このコラムにしました。最後に勝つのは誠実な人。でもそう思えない時がある。嘘をついた人が評価される。人を利用した人が成功する。約束を破った人が何もなかったかのように笑っている。真面目な人ほど損をして、優しい人ほど傷ついて、誠実な人ほどこんなに頑張っているのに報われない。そんな場面見たことない？だから、誠実なんて馬鹿を見るだけ。そう思ってしまう人もいると思う。誠実さは今日明日で結果が出るものではない。誠実な人は人を騙して一歩進むことはできないの。だから遠回りに見える。だけど信頼は遠回りでしか手に入らない。人は一度騙された相手を忘れない。約束を破る人にもう一度大きな仕事を任せようとは思わない。自分の利益しか考えないような人の周りには少しずつ人が離れていく。一方で誠実な人には時間をかけて信頼が積み重なる。その信頼は仕事を連れてきて、人を連れてきて、チャンスを連れてくる。派手でもない、近道でもない。でも一番壊れない成功の形。だから目先で勝ってる人を見て焦らなくてもいい。人生は100メートル走じゃない。長いマラソン。最後に笑うのは人を利用した人じゃない。人を騙した人でもない。信頼を積み重ね続けた誠実な人。今日使ったお気に入りのアイテムは 3CE のヌーディピーチとディオールビューティーのリップ120番。イェイ。これもそうですね。なんかの映画を見た時にその方がこう人間関係とかビジネスとかをいろんな問題が立ちはだかるんですけど、一つ一つ乗り越えていくんですね、その方が。で、それを見て私が感じたのは、やっぱり結論ね、誠実な人が一番強いということですね。でこの手っていろんなことをやる方もいると思うんですけど、やっぱ結論はやっぱりね、人間としての魅力だったりとか誠実さがやっぱ勝つなって思って作ったコラムです。大失恋してから私が本当に手に入れたかったものは、高級マンションでも憧れの車でもブランドの靴でもなかった。私が一番欲しかったのは、誰にも依存しなくても生きていける自分。自分で働いて自分で家賃を払って、欲しいものは自分で買う。休日は好きな人と過ごして、夜はジムへ行ったり本を読んだり、誰かに人生を決められることもない。誰かの機嫌で幸せを左右されることもない。一人だから寂しい。そう思う人もいる。でも自立は孤独じゃない。自分の人生を自分で選べる自由なの。だから私は思う。誰かに養ってもらうことより、誰かに幸せにしてもらうことより、自分で自分を幸せにできる人になりたい。そうなれたら、恋愛も結婚も必要だからではなく、一緒にいたいからで選べる。それが本当の豊かさなんじゃないかな。イェイ。これはね、本当私が経験したことをコラムにしたものになります。という感じでいかがでしたでしょうか？結構長かったですよね。なんか私間々になんか感想とかコメント入れてるけど、もしいらないようでしたらぜひコメント欄で教えてください。次回からは省いてコラムだけをこう流していく方法にしようかなと思うので、ぜひ教えてくださいみんな。あゆみちゃんのコメントなんかいらないよ、コラムだけ聞きたいっていうね方もいると思うから、っていう感じで私が作ってきたコラムになります。もっとね前のもあるんだけど、それはもういいかな。今回のは7月6月のもので、8月9月10月とこう毎月出していけたらなと思うので、ぜひみんな楽しみにしていてね。あとぜひねこういうコラムを聞きたいなとか作ってほしいなとかあったら、それもなんかアイディアとしてぜひ知りたいので、
全然コメント欄に書いてほしいです。まあね、コラムってね、本当になんか今私は作ってますけど、結構ね、もう難しい時代だなと思ってて、なかなか。なんでかっていうと、やっぱなんか私が作ったコラムをやっぱりもう次の日誰かがもう似たようなの作ってたりとかしてるから、言葉ってやっぱりね、なんて言ったらいいのかな、簡単に真似できちゃうし、真似されちゃう。だけれども、私は言うのは簡単だと思うんだよね、言葉って。だけど、なんでじゃあこういう言葉を思いついたのかとか、じゃあなんであゆみちゃんはこういうふうに思ってるの、どうしてっていうのがあるから、やっぱりその言葉が響くものになるんじゃないかなと思ってるので、そういう意味でもね、例えば失恋のコラムだったら、私はね、実際失恋してその時に作ったんだよとかね、そういうのをやっぱりこう YouTube で伝えられながらコラムを紹介できたらなって個人的には思ってるんですよ。じゃないとなんか私がショート動画で作ったコラムがなんか軽くなっちゃわないかなってちょっと心配な部分も個人的にちょっとあって、なので YouTube があって本当に良かったなって思いますありがとう YouTube。 いつもコラムを見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。コラムを発信し続けてまだ1年経っていないんですけれども、皆さんのおかげで私書籍を出すことになったんですね。なので書籍にはもちろんこういったコラムが載ってたりもするんですけど、さらにもっと深い私の生い立ちだったりとか、あとはこういう考えがあってこうなったとか、もっと深いものが載っているので、ぜひ皆さん書籍の方もチェックしてくれたら嬉しいです。本当に心を込めて作ったので、皆さんの手に届いたらいいなと思っております。いつも皆様を見てくださって本当にありがとうございます。では See you next movie でお会いしましょう。イエイ。